ピカピカのボディ。マジでこの色派手。おはようございます。俊也です。今日の FD レストアはバンパー塗装してボディに組んで、小物パーツもボディに組んで、かっこいい車になるのか、イメージ通りの車になるのかチェックしたいと思います。ボディの塗装をしただけでも十分かっこよくなった気はするんですけど、バンパー組むとまたイメージ変わると思うんですよね。基本はノーマルで組んでいく予定だから、そこまでイメージはぶれないと思うんですけど、細かいところをこだわって作業をやってたりとかして、例えばボディにチッピング塗装はせず、ツヤツヤのボディに仕上げてみたり、アンテナの穴スムージングしたり、ワイパーとウォッシャーの取り付け部分スムージングしたり、フロントバンパーもナンバーの取り付け部分をスムージングしてツルッツルな感じに仕上げたから、ところどころノーマルと違う感じなんですよね。果たしてそれがかっこよくなるのか、この車に似合うのかチェックしたいと思います。それじゃあとりあえずバンパーの塗装準備をやっていきます。リアバンパーはもうサフェーサーの研ぎが終わっていて、あと塗装するだけなんですけど、フロントバンパーがまだ何も手つかず状態で、とりあえずサフェーサーの研ぎからですね、作業を進めていきたいと思います。この緑色のやつは一液のラッカーパテ、グルージングパテですね。巣穴とかちょっとした傷とかがあったんで、サフェーサー塗った後にこうやって持っておきました。でこれも完全に乾いてるから、これは全部研ぎ落とします。まずはガイドコートを溶けてるか溶けてないかが分かる黒い粉、これを塗っていきます。そのまま普通に研いじゃうと、このバンパーの歪みとかがこううねうね残って、見た目があんま良くないと思うんで、ちゃんと当て板使って綺麗な面を出せるように研いでいきたいと思います。結構痩せてるねパテが痩せてる、歪みが戻ってきてるというか。ボディの時もそうだったけど、やっぱりこうサフェーサー入れる前段階できっちりとやりきれてなかったのかな。ほら、黒いのが残ってる場所が、研げてないところですね。へこんでる部分、これがなくなるまでひたすら研いでいきます。これ研ぎで直しきれるかな。もしかしたらもう一回サフェーサー入れなきゃダメかもしれない。400番で一通り研ぎが終わったんで、次600番で仕上げていきます。はい、少し動画は進んで、サフェーサー研いでマスキングして脱脂まで終わらせたものがこちらです。ところどころ下地が出てきたりとかして、サフェーサー入れ直しもやりました。塗装はこんな感じで台に乗せた状態で塗っていきたいと思います。同じくリアバンパーもこんな感じ。リアバンパーね、台に乗せたらちょっと安定しなかったんで、落っこちないようにワイヤーで留めてあります。こんな感じで塗装をやっていきます。今回塗装するのバンパー2本だけだから、そんなに時間かかんないかな。パパッと塗装を終わらせられると思います。で、
FD のこの赤い色を塗るのは今回が多分最後だね。他の小物パーツとかも全部塗ったから、最後になると思います。塗装が終わっちゃうからちょっと寂しい感じもするけど、でもまあ最後の塗装ということで張り切っていつもの掛け声いきたいと思います。それでは皆さんご一緒に塗装タイムいってみよう。まずはタッククロスでホコリ取ってからいつも通り下色から塗装していきます。お久しぶりのナレーション。補足しておかなきゃいけないことを思い出したんでお伝えしておきます。この FD のベースカラーは3リッターぐらい作ったんですけど、車1台を室内やエンジンルームまで塗るとなると足りなくなるかもしれない気がして、もし途中で足りなくなって作ったとしても絶対同じ色にはならないので、念のため下色を作って塗装していました。本当はもう少し余裕を持って4リッターぐらい作っておけばこんな下色とかやらなくて済んだんですけどね。でも結果無事に塗料が足りたので良かったです。この色は塗り方でも色変わるぐらいなんで、欲を言えばバンパーも車につけた状態でボディと通しで塗装したかったんですけど、バンパーは塗装を柔らかくする軟化剤っていうのを入れなきゃいけないので、ボディとは別で塗装をしています。バンパーのダクト部分とか結構塗装しにくかったりするんですけど、こうやって裏側とかからうまいこと塗装していくと綺麗に塗れたりします。500% 希釈も一応撮影しとくか。シンナー 500% で希釈した薄いベースカラー塗っていきます。カラークリア塗っていきます。クリア塗っていきます。塗装終了。塗り上がりはこんな感じです。垂らしたりもせず綺麗に塗れたんではないでしょうか。ちょっとゴミついてる。プチってゴミがついてる。ダクトのところとかはこんな感じかな。見えるかな、こうツヤの具合とか。ちょっとね塗りにくいっちゃ塗りにくいんですけど、うまいことやればこのぐらいまでは塗ることができます。ガッサガサとかにはしたくないからね。ここね、塗りにくいんですよ。やっぱガンが直接は入らないから。でここをガサガサにしたままだと後で磨くのも大変になっちゃうからね、できるだけガサガサにならないようにこんな感じで塗ってあります。リアバンパーはこんな感じです。基本的にフロントバンパーと同じですね。塗り肌とかツヤの具合も同じような感じ。塗装してからもう3日ぐらい経つんで、もう完全にね硬化していて触れる状態です。なのでとりあえず車に乗っけてみましょうか。バンパー組んでどんなイメージになるのか。純正バンパーだから似合わないことないと思うんですけど、色がね純正じゃないからどんな車になるのか車に組んでみたいと思います。またバンパー脱着したりすると傷入っちゃうから、傷入らないようにちゃんと養生だけしとく。また細かい部品とかつけたりするのに外したりするからね、とりあえず仮組みですね。
バンパーの色味悪くなさそうですね。日向で見るとこんな感じです。フェンダーと色の差もできてないし、塗り方間違えるとバンパーが色が濃いとか色が薄いとかなっちゃうんですけど、ちゃんとフェンダーと合ってるから問題なさそうです。ヘッドライトとも同じ感じだね。大丈夫だね。日陰で見るとこんな感じになります。日陰で見てもちゃんと色が合ってる。ちぐはぐ感はないね。リアバンパーはこんな感じです。今室内で、太陽光は当たってないところですね。カメラだと補正が入って色味が明るくなってるんですけど、肉眼で見るとかなり暗っぽい赤になってます。カメラと肉眼で色味がだいぶ違うんですけど、ちょっとリアバンパーの方が色が薄く見えるかな。薄く見えるかなぐらいだね。どうしてもボディとの取り付け角度がね、違ったり、材質の違いとか、そういうのでね、色味が違って見えるんですけど、まあでも許容範囲内じゃないかな。純正でもね、バンパーだけ色だいぶ違う時結構ありますからね。新品バンパー頼んだのに色が違うとかもうザラですからね。それに比べればよくできてる方ではないでしょうか。あとバンパーの上側、歪みが結構ひどかったんで、リアバンパー板金やり直ししたんですけど、よーく見るとね、まだちょっと歪み残ってるんですよね。一応板金やるときにかみさんにはある程度までしか治らないよっていうのは伝えた上でやったんですけど、最初のボッコボコに、歪みというよりかはへこみみたいな感じになってたからね。それに比べればわからないレベルまで持ってこれたんじゃないかな。わかるかな。まだ多少この辺とかがちょっとうねうねっと残ってますよね。バンパープラスチックだからね、どうしてもこういうの出ちゃうんですよね。フロントバンパーの全体像はこんな感じです。バンパーの真ん中、ナンバーの取り付け部分を作り直して、こんな、カメラだとなんか逆光みたいになってすごく映像が暗いね。一応こんな感じ、違和感なく仕上げられたんじゃないかな。まだ若干はやっぱ歪み残っちゃってるんですけど、もうこればっかりは仕方ないね。ただ言われないと多分わからないレベルにはできたと思うんだけどな。上々でしょう。あとバンパーの下もね、ここパックリ割れてたんですけど、これも綺麗に直ってるね。ナンバーがなくなるとちょっと日本車っぽさがなくなるね。アメリカっぽいというか、アメリカでやってる JDM みたいな、なんかそんな感じがするね。まあ好みの問題なのかもしれないけど、意外と僕これ嫌いじゃないな。アメリカの人が好きそうな、そんな雰囲気がある。ちょっとロードスターっぽい感じあるかな。コルベットっぽい感じもあるかな。なんとも言えないけど、ちょっと FD っぽさはなくなったね。リップもついてないから余計にそう見えるのはあるかもしれないけど、こっからさらに細かいパーツつけてってどういう風になっていくかって感じかな。よし、そしたら次、ここのサッシュ、ここを黒で塗っていきます。まだね、青色が残ってるじゃないですか。ここ大半こうカバーがついて見えなくなるんですけど、このドアの裏側がね、何もつかずに、塗装面が丸見え状態になるんで、ここ純正で黒だから黒色で塗装やっていきます。とりあえず養生をやっちゃいます。マスキングするとこんな感じになります。この後ボディの磨き入れるから、多少ミストが飛び散っても磨けば落ちるからね、そこまでしっかりと養生はやっていないです。そして見切りのラインは純正と同じ場所ですね。こういうちょっとライン的には変な感じなんですけど、純正がこういう風に切られてたんで、同じように、黒く塗装していきます。前側はこんな感じです。ちょうどね、パネルの合わせ目
シーラー打ってるラインで色を切るような感じかな。そしたらあとは塗装がちゃんと密着するようにペーパーで削って脱脂して塗装します。塗装するとこんな感じになります。動画ではベースカラー塗って終わりになってたかと思うんですけど、実作業はクリアまでちゃんと塗装してあります。ツヤツヤです。いいね。赤いボディに黒が入るとメリハリがついてかっこいいね。で、大半これ隠れちゃうんですけど、見える部分はこのドアを開けて、この辺ですね。見える部分はこの辺になっております。そしたら続いて他の外装パーツも組んでいきます。とりあえずウイング。これ上側は組んでも磨くことできるんですけど、裏側がね、組んじゃうと磨きにくくなっちゃうんで、先に磨いてから組み付けていきます。そんなにね、ゴミとかもないじゃなくもないな。1個、ゴミ1個、2個、裏側2個、表側は1個、2個、ゴミ2、3個ぐらいしかついてないんで、さっとペーパーで弾いて、でポリッシャーで磨いて組んでいきます。ここにゴミが1個ついてるんで、こういうでかいゴミはカッターの刃で高いところだけをこそいで落として、そして2000番のペーパー、これで削って平らにします。よし、これで OK。 ここにね、でかくないちっちゃいゴミがプツッと1個あるんで、こういうのはカッター使わずにそのままペーパー当てるだけで、ポリッシャーで磨いていきます。磨く前の塗り肌はこんな感じですね。ちょっと反射が分かりにくいな。蛍光灯のこのシワシワ加減、塗装してシンナーが揮発してちょっと痩せたシワシワした感じ、これを一発さっと磨いてあげるとぬるんとツヤツヤっとなります。同じようにウイングの取り付けベースも磨いちゃいます。このパーツちっちゃいから、これ磨くときはこのアングルポリッシャー、ちっちゃいポリッシャー使ってやっていきます。ビフォーアフター、違いわかるかな。裏側にエプトシーラー貼っていきます。これね、もともとここに貼ってあったんですけど、自分で全部剥がしちゃったから貼り直します。よいしょ。で、ここのつなぎ目だけをわざと隙間を開けると。ここはね、わざと開けておきます。この中に水が入った時に、ここが一番低くて後ろ側になるんで、水が抜けれるようにここだけ隙間開けておく。
ウイング乗っけるとトランクも磨けなくなっちゃうんで、先に磨いておきます。でこのまま磨くと、磨いた粉全部車内入っちゃうから、入らないように養生だけして。磨くときパネルの角とか下出しやすいんで養生しておきます。どんなに気をつけて磨いててもね、ポリッシャーがシュッてこう遊んでガンっていった瞬間、ここ角削っちゃうから、念には念をで。これ塗り直すのね、すんごい大変だから絶対下出したくないですよ。おい。続いてミラー組み立てていきます。外側のカバー固定して、次はミラーのこのモーターの部分、これ固定するんですけど、外した時にねネジが緩んでたんで、ここ低強度のネジロック剤つけておきます。こんな感じ。でミラーベース、これをここにしてミラーのレンズを入れる。温めた方がいいかな、いけるかな。いや無理はやめておこう。ちゃんと温めよう。よし完成。ミラーのところも磨けなくなっちゃうから先に磨いちゃいます。ゴミは平気そうかな。肌だけちょっと削ってあげれば良さそう。外装完成。うちの車の全体像はこんな感じになります。やっぱ小物部品がつくとイメージ変わるね。あとリップ、ステップ、リアのディフューザーとつくとまたイメージ変わると思うんですけど、基本的なイメージはこんな感じかな。横からだけじゃなくて上からのアングルも、下からのアングルだとこういう感じ
リアから見るとこんな感じ。後期タイプのウィングがちょうどいいアクセントになってるね。 FD ノーマルだと後ろのボリューム感が弱いから、ウィングでちょうどよくバランスが取れたんじゃないかな。車外のエアロとかもね、あんまりいい形がなかったから純正バンパーになっちゃったしね。フロントはね、リップがついていい感じにボリューム出たりするんですけど、後ろがね、バランス取るの難しいんですよね。ただ純正部品だからフィッティングもいいし、ちょうどいいバランスが取れた気がする。これでようやく板金塗装一段落かな。あとステップとかリップとかやらなきゃいけないのはあるんですけど、ボディパーツ、この赤く塗らなきゃいけないのは全部塗装が終わったんで、こっからようやく組み立てに進めます。どうしても塗装が始まるとね、乾燥待ちとかで作業の進みが悪くなっちゃうから、なかなかね、動画として面白くなかったかなーって気もしないでもないんですけど、でもこれから組み立てが始まるんで、もういろんな部品ポン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 組み付けていって、動画の進展が結構あると思うんで、これからの動画はとても面白いと思います。見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いいたします。そう、うちのチャンネルね、再生数に対して登録率めっちゃ低いんですよ。なのでぜひ登録お願いします。登録してもらえると新着動画の通知がいくので、皆さんが気になってるエンジン組み立ての動画見逃すことがなくなると思うんで、ぜひ登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。